おはようございます。現在時刻朝6時6分。私、スニーカーを買いに来ました。さてよ、石坊ひかり。どうもひかりです。ということでこの度、私、人生で初めてのスニーカーの並びというものに参戦してまいりました。まあ、皆さんもすでにご存知のことかと思いますが、僕は大のキャップコレクターです。で、多くのキャップコレクターっていうのは、もともとスニーカーが好きで、そのスニーカーに合わせるためにキャップを買い始めたっていう人が多いような気がします。ただ、僕は最初からキャップにはまって、そのままずるずるとキャップ好きが続いている感じなので、これまであまりスニーカーに触れてこなかったんです。ただ、本日8月29日にトロント在住者としては見過ごすことのできないスニーカーがリリースされたので、人生で初めてのスニーカー並びに参戦してきたというわけです。さあ、キスにやってきたんですが、ちょっと待って。誰もいないんだけど。もしかしてこれいける？ただ、今回俺が行こうと思ってるのはキスではなくて、こちらにあるカプセルというスニーカーショップです。どうでしょう？あ、全然人いない。いけんじゃないこれ。なんと私、4番目でした。こりゃいけんべ。それじゃあ、昨日の夜、さよがこさえてくれた卵サンドでも食べながら、あと4時間待ちたいと思います。開店まであと30分といったところなんですが、現在、カプセル前は並びが13人で、キスは相変わらず0人です。つうか今、17度しかなくて寒いんだけど。ということで、この度僕が並んできたのが、こちらのカプセルというショップです。ところで、なぜ僕がこのカプセルに並んだのか、そして映像でもご覧いただいた通り、なぜキスに並びができていなかったのかと言いますと、今回こちらのカプセルで店頭購入した人限定で、なんとこちらのオリジナルキャップがもらえちゃったからなんです。こちらカプセルオリジナルのダットハットです。フロントには CPSL の文字が刺繍されてるんですけど、これはカプセルを意味しています。で、なんか素材が面白くて、メッシュみたいな分厚い素材が縫い付けられています。で、文字の周りが白く縁取られています。こちらはダットハットということで、後ろはストラップでサイズ調整ができるようになっています。そして、その上にショップカプセルのロゴが刺繍されています。ボディはブラックなんですけど、スティッチ部分がオフホワイトっぽい糸で刺繍されていて、このカプセルの文字のフォントも相まって、全体的に可愛いキャップだなと思いました。そして、このキャップ一番の見どころっていうのが、この左サイドの刺繍です。こちらにナイキのスウシが入っているのと、その横にはナイキのスローガン Just Do It になぞらえて Just T ドットと刺繍されています。で、この T ドットっていうのはトロントのあだ名の一つです。今回のナイキのスニーカーにバチバチに合わせてきたこちらのキャップがもらえるということだったので、僕はカプセルで並ぶことにしました。それでは大変お待たせしました。僕が今回購入してきたスニーカーはこちら。ナイキエアマックス95プレミアム。その名もトロントです。早速中身見たいところではあるんですが、この箱もかなりこだわっている部分がたくさんあるので、まず箱から見ていこうと思います。さすがの俺も知ってるんですよ。こういうスペシャルボックスのこと、略してスペボって言うんですよね。まず箱の上部にはエアマックストロントとプリントされています。そしてこちらに女神様が写ってるんですけど、これはトロントにカナディアンナショナルエキシビションっていう場所があるんですけど、そこの門の部分にいる女神様が描かれてるんです。それから箱の側面にはぐるりと一周するようにいろいろな人のイラストが描かれています。例えばこちらの人、よーく見てみると足の部分が義足になっていたり、ここにはアジア人らしきカップルが描かれています。こちらにはヒジャブをかぶった人がいたり、パンキッシュな人がいたり、スポーツをしている人もいます。様々な人種や性別、服装だったり髪型をしている人たちも描かれています。真ん中にはカナダの先住民らしき人が描かれています。
で、これはすべてトロントが多民族国家であることを示しています。じゃあそろそろ中見ていきましょうか。さあ、その中身がこちらです。改めまして、こちら、ナイキエアマックス95プレミアムトロントです。このエアマックス95は、その名の通り、来年で生誕30周年を迎えます。それを記念して、現在世界各国の都市をフィーチャーしたシティパークというものが展開されています。そして、その一環として、今回トロントが登場しました。まず、アッパー部分には白いメッシュが使われています。それから、つま先部分は黒いレザーが張り巡らされています。シューレースはもともとこの白いロープレースが付属してたんですけど、こちらの黒いロープレースも入ってました。アッパーのメッシュ素材の下の部分にパイピングが施されているんですけど、こちらなんとリフレクティブ素材が使われています。エアマックス95の特徴的なこのラインの部分について、なんとそれぞれにちゃんと意味がこもっているんです。まず一番上のラインは白のレザー素材が使われていて、これはトロントの空にかかる雲を表現しています。それと同時に可能性は無限大であることを示しています。トロントはカナダで一番大きい都市です。それゆえエンターテインメントだったり仕事のチャンスだったりっていうのがたくさんある街なんです。そんなトロントには夢を持った人がたくさん集まってくるので、そういった部分を表現しているんだと思います。続いて一番長いライン部分にはグレーのスウェード素材が使われています。これはトロントダウンタウンのど真ん中を南北に走るヤングストリートを表現しています。実はこのヤングストリートっていうのは世界で最も長いストリートとしてギネスブックにも登録されているストリートなんです。そしてトロントはこのヤングストリートを境にして東と西に分かれています。上から3本目のラインにはナイロン素材が使われています。つま先の方は紫色なんですが、かかとの方に向かうにつれて青色にグラデーションしていっています。トロントの夜を彩るネオンライトを表現しています。加えて青っていうのはトロントの野球チームトロントブルージェイズを表現しているそうです。そして一番下には黒のレザーが使われています。さあそしてエアマックスといえばこちらのビジブルエアですよね。そして靴底は先端の方が青、下の方に行くにつれて赤っぽくなってます。で、もちろんこのスウッシュの赤はカナダを表現しています。それからね、これ知った時俺めちゃくちゃテンション上がったんだけど、このインソールの中見えますか？これ中に丸いデザインが見えると思うんですけど、こちら現在は使われていないんですけど、数年前までトロントで公共交通機関を乗るときに使えたトークンがデザインされてるんです。ということで、家探したらトークンありました。さらに、こちらの終端のエアマックスのロゴなんですが、ベルクロで剥がせるようになってるんです。で、左サイドにはウエストエンド、右サイドにはイーストエンドと書かれています。こうなるともう気づいた人もいるかもしれませんが、これは先ほどお話ししたヤングストリートによって分けられた東エリアと西エリアを表現しています。そして最後にして僕の心に最も刺さったのがこのかかと部分です。今皆さん何も見えてないと思うんですが、実はここもリフレクティブ素材になっていて、ここ光が反射すると CN タワーが映し出されるんです。これまでの部分っていうのは直接的にトロントを表現しているものはなかったんですが、やっぱりナイキさんも CN タワーだけは外せなかったみたいですね。やばい。スニーカー沼に片足突っ込み始めてるかもしれない。ということで、今回は人生で初めてのスニーカー並びに参戦してきました。なんせトロントをテーマにしたスニーカーということで、各ショップがこぞってかっこいい映像なんかも用意して思いっきり宣伝してたので、めちゃくちゃ競争率激しいのかなと思ったんですが、実際のところは結構簡単にゲットできちゃいました。初めての並びということもあって、もうちょっと達成感欲しかったです。ただ、今回僕は流行り物だから欲しかったというわけではなくて、僕の住むトロントに対するリスペクトや愛がすごく詰まったスニーカーだなと思ったので、買わずにはいられませんでした。それではまたお会いしましょう。You have a good one. Peace out. まあ、ただこうなってくると、キストロントがオープンした時のニューバランスも言っとけばよかったかななんて思わんこともないのよね。